おはようございます。といってももう今お昼なんですけど、前回ポリポット苗を植えたんですけど、今回はペーパーポットの苗を植えていこうと思います。この前ポリポット苗を植えたので、もうハウスの中がガラッと急にね寂しくなりましたが、こちらがペーパーポットで育てている苗になります。ペーパーポットがこんな感じですね。ポリポットとは違って紙なのですごく薄いです。よいしょ。ちょっともう根がねすごい張っているのでペーパーポットが取りづらくなってしまっているんですけど、うわすごい。ポリポットに比べるとかなりちっちゃいですよね。でもね、もう根も下まで張っていてかなりしっかりしています。本葉も出てきていい感じです。このペーパーポットはポリポットに比べるとかなり小さいので3週間経たないくらいでこのくらい大きくなってます。まず植えるのはビニオスという品種になります。今回こちらのビニオスは初めてです。ペーパーポットはかなり1個の苗の大きさが小さいので、もうね葉っぱが大きくなって分かりづらいんですけど、この1個のトレイに91株あります。ポリポットだと34株でした。なので倍以上ですね。なんなら3倍くらいあるってことになりますね。なのでね、そうポリポットはねかなり面積を取っていましたが、ペーパーポットはもうね今半分くらい使ってはいるんですけど、かなり少ない面積でハウスの中でも育てることができます。この土がねちょっと色変わってるんですけど、この部分はペーパーポットを置いていました。それじゃあこれからこの苗をトレーラーに積んで畑に移動したいと思います。前回の動画ではポリポットで育てたかぼちゃの苗を植えましたが、今回はペーパーポットで育てた苗を植えていきます。作付け面積は前回と同じ3ヘクタールで5人体制で作業を進めていきます。はい、ということで畑にやってきました。前回ポリポットを植えたのがそっち側で、その隣ですね。今日の午前中から植え始めているんですけど、ここにねペーパーポットを植えていきます。ここの面積が 1.8 ヘクタールです。ということで今回はトラクターを3台使用します。で全部がペーパーポットを植えていく機械ではなくて、こちらの移植機ですね。今回はこの移植機は穴開け専門です。もともとね、マルチを張ってこんな感じで全く穴が開いていない状態なので、まずは穴を開けていきます。このね移植機であればこんな感じで自動で穴を開けて苗も植えてくれるようになっているんですけど、なんでこの機械で植えないのかっていうと、ペーパーポットはかなりちっちゃいです。サイズが5センチなんですね。それに比べてポリポットは 7.5 センチと少し大きめで深さもあって安定していました。なのでまだこの移植機で植えてもそんなにね傾いて横になったりとかしなかったんですけど、この移植機の穴に比べるとかなりペーパーポットがちっちゃいので、この中でね傾いたりしてしまって植え付けた時に横になってしまったり、しっかり植わさらないっていう問題がありました。去年はこの移植機でペーパーポットを植えたんですけど、その後に手直ししたりっていう手間がかかっていました。なのでそれであれば機械を使うよりも手で植えていった方がその後の確認もなく1回で済むのではないかということで、今回は穴を開けているところに手で植え付けを行っていこうと思います。手で植えると言っても苗もたくさんあるので大変なのでね、はい、こちら2台は手作りの移植機になります。こちらは前回のかぼちゃの植え付けの動画でも使用しました鍛冶職人が手作りしたものです。ポリポットだとたくさんトレイが必要だったので
3段積めるようにしているんですけど、ペーパーポットはそこまで積まなくてもとりあえず1往復はできるかなといった感じです。どちらの機械もそうなんですけど、この真ん中にマルチが来るように、自動操舵 GPS を走らせて進んで植えていこうと思います。で、前回もそうだったんですが、こちらもお友達の農家さんと一緒に植え付けを行います。ペーパーポットに関しても、3ヘクタールずつ合計6ヘクタールあります。まずはうちの畑から一緒にねわーっと植えていくんですけど、ポリポットの時は植える時にポットを外さなきゃいけないっていう手間があったんですが、ペーパーポットはそのまま植えることができるので、ポリポットの時よりも速度が出せるし早く終わるんじゃないかなと思います。ということで頑張ります。まずは石置きを使用してマルチに穴を開けていきます。結構この穴開け作業も手で行う場合はホーラーというものを使ってやるんですけども、結構大変ですごく時間がかかる作業なんですが、機械のおかげでとても今は楽に進んでいます。ただマルチに穴を開けるではなく、苗がしっかり植えられるように土を掘り起こしながら植え穴を作ってくれます。穴を開けてもらっている間に、こちらは苗を摘んで植え付けの準備をしておきます。前回植えたポリポット苗は1トレイに入る株数が少ないため、機械いっぱいに苗を摘んでも片道分しか持ちませんでした。一方で今回のペーパーポット苗は1トレイに入る株数が多いので、同じ量を摘んでも1往復分の苗を運ぶことができます。なので苗の補充回数も減って、ポリポット苗の時よりも作業効率が上がっています。そして植える速度もペーパーポットはポットを外す作業がないので、その分スムーズに植え付けを進めることができます。前回のポリポット内では作業速度が時速 0.6 から 0.8 キロほどでしたが、今回は遅くても時速 1.2 キロほどで植え付けを行うことができました。単純に比べるとおよそ2倍近いスピードで作業を進めることができたので、大きい面積を早く植え付けたい時にはペーパーポットの方がいいです。こんな感じですね。去年移植機でやっていた時はこうね来てスポッて落ちた時に横にこう傾いてしまったりとかしていたんですけど、今回は全部手でね植えているので確実にまっすぐに生えています。はい、今午後の3時半です。無事にこの 1.8 ヘクタールの畑植え終わりました。ここですね、端から端までで270メートルの畝が33本あったんですけど、今日始めたばっかりなんですけどね、あっという間に終わりました。やっぱりね、ペーパーポットめちゃくちゃ速いです。っていうのもポリポットだと、トラクターの速度が 0.6 キロ、速くても 0.8 キロだったんですけど、ペーパーポットだと 1.2 キロ出してます。もうちょっとね早くも出せるっちゃ出せるとは思うんですけど、ちゃんとねまっすぐ
穴に対してしっかり確実に入れるために、そのくらいの速度かなといった感じです。はい、ここはビニオスという品種を植えたんですけど、次は畑を移動して栗将軍の種を植えます。栗将軍はね、最初の年からやっている品種で、とても甘くて美味しいんですよね。はい、ということで畑移動します。畑を移動しました。ここは農場から一番遠くにある木に囲まれた小さな畑です。面積は約1ヘクタールあります。これも先ほどと同じように機械を3台使って植え付けを進めていきます。そして植える品種はビニオスから栗将軍に変わります。この畑は長さがそれほどないので、苗トレイの補充回数も少なく、作業はとてもスムーズに進みました。そのおかげでこの1ヘクタールの畑は半日ほどで植え付けが完了しました。2年前手作業で植えていた時は 0.7 ヘクタールでも4日ほどかかっていたので、それを考えると機械化によって作業効率がかなり良くなったなと感じます。おはようございます。今日はかぼちゃペーパーポットの植え付け3日目です。昨日午前中でうちの畑が植え終わったので、午後からお友達の畑に移動してきました。結構昨日はですね、天気がバラバラで暑かったり寒かったりっていう感じだったんですけど、今日はめちゃくちゃ寒いです。最高気温が14度だそうです。で、今日ね、頑張ればとりあえず今日植え付けが終わるかなっていった感じなんですけど、苗が結構余るので、その苗をどうしようかなって考えてます。とりあえず今日も頑張ります。自作の移植機をこのジョンディアに取り付けていたんですけど、ちょっとね、結構後ろに長さがあったので、移動中にバンバン跳ねて壊れてしまって、急遽作り直しました。こんな感じで、割とね、こう短い方が操作もしやすくていい感じです。すごい今シンプルな作りではあるんですけど、割とこれだと低くね、マルチに対して結構低めに設定できるので植えやすいです。なのでこれでやっていこうと思います。ということで改めて鍛冶職人が急いで作ったんですけど、バックレーキに板を乗せて落ちないように木の枠もつけてくれました。そしてその真ん中にある棚は今穴開け専用と使っている移植機にもともとついていたものを取り外して乗せています。ペーパーポットの植え付けもラストスパートです。コメントでポリポット苗、ペーパーポット苗なんで分けるんですかっていう質問がありました。一番の理由は収穫時期をずらすためです。もちろんかぼちゃは適期に収穫したいのですが、うちは7ヘクタールあるので全部を一度に収穫することはできません。そのため生育時期を少しずらす必要があります。そこで北海道としては少し早めの5月上旬から植え付けを始め、最初はポリポット苗を植えています。ポリポット苗は1株あたりのスペースが広いので、苗が大きく育ちやすく、生育も比較的安定しています。一方でペーパーポットは限られたスペースでたくさんの苗を育てられるのが特徴です。ただし1株あたりのスペースが小さいので、ポリポット苗ほど大きく育てることはできません。その代わり植え付けの時はポットを外す必要がなく、そのまま植えられるので作業スピードがかなり速くなります。それぞれにメリットデメリットがありますが、うちでは収穫が一度に集中しないように植え付けのタイミングや育苗方法を変えながら栽培しています。結局ペーパーポット苗の植え付けはお友達の農家さんの分も合わせて
約6ヘクタールを3日間で終えることができました。はい、動画の途中なんですが、ここでお知らせです。今回新しくサブチャンネル土くれの農民たちを開設しました。こちらがどんなチャンネルかっていうと、今ですね、私たちは5人体制で農作業を行っています。このチャンネルでは私が中心となって農作業の様子をお届けしていたんですけども、サブチャンネルの方では私だけではなく、一緒にやっているその仲間たち、農民たちにも登場してもらって、農作業のもっと具体的なところだったり、農業経営の話だったり、現場で実際に考えていることなど、もっともっと農業の深いところ、もっとよりリアルで深い内容を投稿していきたいなと考えています。もうすでに今1本動画が上がっているんですけど、なのでもしよければそちらのサブチャンネルも登録よろしくお願いします。そしてこちらのチャンネルではメンバーシップもやっています。メンバーシップでは私が単独で農業に関するお話だったり、あとイベントの様子だったりとか、日々のちょっとした農作業なんかをお届けしています。なので興味がある方は是非サブチャンネルと合わせてそちらもチェックしていただけると嬉しいです。はい、お知らせでした。バイバーイ。はい、これで全部移植は終わったんですけど、次に直販、種を直接畑に植えていきます。直販は2畳用の穴あきマルチを張った畑に行います。あらかじめ植え付け位置の穴が開いているので、その穴を利用して種をまいていきます。去年もね、直販をやったんですけど、その時はそんなに面積をやってなかったので、手でちょこちょこ植えていきました。でも今回はこのね、1ヘクタール以上の広い面積なので、どうやっていこうかなという感じです。ちょっと試行錯誤しながら頑張ります。はい、今ね、一旦このトラクターにバックレーキを取り付けて、その後ろに座ってね、ちょっとトラクターをゆっくり走らせて種を植えていこうっていう作戦を考えてたんですけど、結構土が硬くてなかなかね、指で種を植えようとしても入っていかないんですね。なのでやめました。ということでこちらを使います。これ何かっていうと、ビート天菜を、植えた時の捕食する機械になります。これをね、こうやって地面に刺して、ここからビートの苗を入れてパシャンってやると下が開くんですよ。苗が土の中に植わさるっていうものなんですけど、今回ちょっと改造してあります。これね、鍛冶職人がこの本当だったらついていないんですけど、この赤い棒を溶接してくれました。これなんでかっていうと、ビートの時だったら苗がね、縦に細長いのでぐっと土の深くまで刺さないとちゃんと捕食できないんですけど、今回はね、こんなちっちゃい種を植えていきます。なのでここら辺まで地面に普通は刺さるんですけど、ここまで入れてしまうと種がね、ものすごく深いところに埋まってしまうんですよ。なのでここまでしか刺さらないように溶接してあります。ちょっとね、思ってたよりも大変な作業になりそうな予感がしますが、この捕食器を使って種を植えていこうと思います。こちらが種になります。栗大将の種です。このバケツをね、手で持ち運ぶのは大変なので、この腰に巻いたカゴに入れてやっていこうと思います。ここまで移植作業は順調に進んでいたんですが、直販の方はそう簡単にはいきませんでした。この畑はマルチを張ってから1週間以上経っていて、マルチの下の土がかなり硬くなっています。指では穴を開けられないくらい固まっていたので、種をまくだけでもなかなか大変な作業でした。最初はこの捕食器を使って作業を進めていたんですけど、思った以上に時間がかかってしまい、なかなか進みませんでした。
そこで後半は方法を変えて電動ドリルで穴を開けながら種をまきました。なんとか最後まで終わらせることはできたんですが、かなり手間がかかってしまったので、もし来年直販をするのであれば、もう少し楽に作業できる方法を考えたいと思います。はい、ということで無事に、ポリポット、ペーパーポット、そして直販すべてのかぼちゃを植え終わりました。もう最後に植えたのがだいたい5月の20日なので2週間くらい経っています。直販もねしっかり出てきました。はい、こんな感じでね、もう本葉も2枚出てきて成長が早いですね。でね、もうかぼちゃよりもすごいのが雑草ですね。もうマルチ際とかこのマルチの中とか雑草がすごいですが、今後ねこの管理についてはやっていこうと思います。はい、ということで無事にね全て植え終わったんですけど、なんとですねペーパーポットを植えた数日後に霜が降りました。霜ってあんまり道外の人は聞き慣れないかもしれないんですが、要は夜中ねマイナス気温になってしまって凍ってしまったんです。こう葉っぱが凍ってしまって、かぼちゃはね特に弱いみたいで、そうここはね直販だったので植えてすぐだったので大丈夫なんですけど、結構ですね、ポリポットですね、うちはポリポットが影響を受けました。で葉っぱも真っ黒くなってしまったんですけど、なんとか新しい葉っぱが出てきて今生き返ってきているところです。いい経験になりました。ちょっと様子を見つつねやっていこうと思います。あとはもう少しですね植え付けありますが頑張っていこうと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。